日本の男性の生涯未婚率がついに 28.3% に到達した。これは50歳時点で一度も結婚したことがない男性の割合である。およそ4人に1人を超える計算だ。驚くべきはその伸びの速さである。1985年、つまり今から35年前、男性の生涯未婚率はわずか 3.9% に過ぎなかった。それがわずか35年で約7倍に膨らんだ。社人権の最新推計によると、この数字は2040年に 30.4% でピークに達し、それから先も2割台後半で高止まりが続く。戦後の日本社会は長い間、ほぼ全員が一度は結婚する開墾社会であった。その前提はもはや崩れ去っている。そしてこの変化は女性ではなく、特に男性側で激しく起きている。今回のテーマは、結婚から外された日本の男性である。データが示すのは、本人の選択というより、むしろ経済構造、地理、意識のズレによって、生涯独身という結果が静かに割り当てられている現実だ。なぜ、これほど多くの男性が結婚から押し出されたのか。順を追って見ていきたい。チャプター1、婚姻数は半減した。まず、日本の結婚そのものがどれだけ減っているかを抑える。厚生労働省の人口動態統計によると、日本の婚姻数のピークは1972年で、年間約109万組であった。団塊世代が結婚適齢期を迎えた時期である。そこから婚姻数は減り続け、2023年には約48万組まで落ち込んだ。これは戦後最小の水準であり、ピーク時のおよそ 44% に過ぎない。半世紀で半分以下に縮んだ計算になる。2024年は約50万組とわずかに持ち直したが、コロナ前の水準には戻っていない。日本総研の試算では、2025年の婚姻数は前年比横ばいの約 48.5 万組と見られている。そこを打ったが、回復の兆しはない。少子化対策でしばしば語られるのは、夫婦の出生率だが、これは実はあまり下がっていない。落ちているのは、結婚そのものの件数である。つまり日本の少子化は、夫婦が子供を産まなくなったから起きているのではない。そもそも結婚するカップルが半分になったから起きている。そしてこの、結婚しない現象の主役は、女性ではない。男性側の未婚比率が、女性をはるかに超えるペースで膨らんでいる。チャプター2、結婚は年収で買うものになった。なぜ男性は結婚から外されたのか。最大の要因は経済力である。厚生労働省の調査によると、30代前半の未婚男性の平均年収は約377万円、既婚男性は約506万円であった。同じ世代で約129万円の年収差がある。年収帯ごとに区切ると、その差はさらに鮮明だ。年収900万円以上の男性は39歳までで既婚率が9割を超える。一方で、年収300万円未満の男性の既婚率は1割台にとどまる。雇用形態の違いはもっと残酷である。国勢調査によると、25歳から29歳の正規雇用の男性は約 30.5% が結婚している。これに対し、非正規雇用の男性で結婚している割合は 12.5%、つまり半分以下である。30代前半になると差はさらに開く。正規雇用は 59.0% が既婚であるのに対し、非正規雇用は 22.3% にとどまる。同じ年齢でも、雇用形態が違うだけで、結婚できる確率は約 2.6 倍違う。第15回出生動向基本調査によると、結婚の障害として結婚資金が足りないと答えた男性は 43.3% で最多であった。式や住居の費用、子育ての見通しといった結婚にかかる金額が若い男性の前に高い壁としてそびえている。かつて結婚は誰でもするものだった日本社会はいつの間にか結婚は経済力のある男性に与えられるものへと変質した。これが男性の生涯未婚率が女性を10ポイント以上引き離している大きな理由の一つである。チャプター3、男性余り社会の地理学。
経済格差だけでは男女差の説明にならない。なぜ男性の方が結婚できないのか。ここにもう一つの構造的な問題が横たわっている。地理的なミスマッチである。内閣府の分析によると、未婚者の男女比は全国平均で男性115に対して女性100、つまり男性が 15% ほど余っている。差が最も大きいのは福島県で、未婚男女比は 1.35 倍に達する。茨城県、栃木県、山形県も 1.3 倍を超える。東北、北関東、甲信越に男性余りが集中している。理由ははっきりしている。若い女性が進学や就職を機に都市部、特に東京圏へと流出しているのである。地方には製造業や建設業など男性中心の雇用が残る一方、女性が望むサービス職、専門職、多様な価値観を許容する場は都市部に偏っている。結果として地方には未婚男性が滞留し、都市には未婚女性が集積する。だが都市部もまた別の意味でミスマッチを抱えている。東京圏の女性は相手に求める年収や学歴の水準が高い。一方の男性側は希望する年齢や容姿の女性に競争で勝てないと感じている。つまり地方では数の不均衡で結婚が難しく、都市では条件の不均衡で結婚が難しい。男性はどこにいても相手にたどり着かない構造に置かれている。前回の動画で見たマッチングアプリの世界も全く同じ構図であった。男性のいいねの大半が上位1割未満の男性に吸い上げられる。アプリの中でも現実の地図の上でも男性の選別は厳しさを増している。チャプター4、結婚したいと結婚しないの間。それでもなお、若い世代の結婚願望は意外なほど高い。国立社会保障人口問題研究所の第16回出生動向基本調査によると、18歳から34歳の未婚女性のうち、いずれ結婚するつもりと答えた割合は約 84% に達する。男性も7割以上が結婚意向を持つ。つまり、日本の若者は結婚したくないのではない。願望はあるのに、結婚に至らない人が大量に滞留している。ただし、その内側を除くと、矛盾した心理も同居している。同じ調査で、独身生活の利点として、行動や生き方が自由を挙げた男性は 69.7% に上った。多くの若者は、結婚願望を抱きつつ、自由を失うことには強い抵抗を感じている。いずれ結婚するつもりと答えた未婚男性に、結婚しない理由を聞くと、25歳以上では、適当な相手に巡り合わないが最も多くなる。さらに、好きな人はいるが、相手が自分を好きになってくれないと答えた男性は、20代で 13.9%、30代で 14.3% に上った。これは女性側の同じ回答よりも明らかに高い。男性は、マッチングしない側に偏って滞留している。経済力の壁、地理のミスマッチ、そして相手から選ばれにくさ。3つが重なった結果、男性の願望は宙に浮いたまま、年月だけが過ぎていく。そして、結婚しないまま30代後半、40代に達した男性のかなりの割合が、そのまま生涯独身に至る。これが、生涯未婚率 28% の正体である。チャプター5、2050年、男性独居社会という未来。ここまで見てきた構造は、今後さらに極端な形をとっていく。国立社会保障人口問題研究所の2024年推計によると、2050年の日本では、単身世帯が全世帯の 44.3% を占めるようになる。およそ5世帯に2世帯が、一人暮らしの世帯になる計算だ。数で言えば、単身世帯は2300万世帯を超える。そのうち高齢単身世帯は1084万世帯に上る。注目すべきは、その内訳である。社人権の推計によると、2050年の高齢単身男性のうち、約6割が、これまで一度も結婚したことがない、未婚者で構成される。かつてのお一人様は、配偶者と死別した高齢女性の姿が中心であった。
これからのお一人様は、結婚にたどり着けなかったまま高齢になった男性が、急速に存在感を増していく。団塊ジュニアが75歳を超える2050年前後、未婚のまま高齢になった男性たちが、家族のいない状態で介護、医療、孤独死の現場に流れ込む。これは、福祉や行政だけの問題ではない。労働市場、消費市場、地域コミュニティ、すべての設計が、夫婦と子供の世帯を前提に作られてきた日本社会にとって、根本的な前提の崩壊を意味する。未婚率の上昇は、単なる結婚観の変化ではない。日本社会の骨格が、確実に書き換えられつつある現象である。チャプター6、日本の男性は、なぜ結婚から外されたのか。最後に、今回見てきた数字をもう一度並べる。男性の生涯未婚率は、35年で 3.9% から 28.3% へ、およそ7倍に膨らんだ。婚姻数は、ピークの109万組から48万組へと半減した。年収900万円超の男性の既婚率は9割を超え、非正規雇用の男性の既婚率は正規の半分以下にとどまる。地方では未婚男女比が 1.35 倍に達し、若い女性は都市部へと流出する。それでも未婚男性の多くは、いずれ結婚したい、と願い、しかし、巡り合わない、と答え続ける。そして2050年、高齢単身男性の約6割が、生涯一度も結婚したことのない男性で占められる。ここから見えてくるのは、結婚は本人の選択であるという建前と、構造的に押し出される現実とのギャップである。経済力、地理、選別、そのどれもが、男性側により厳しく作用している。日本の男性は、結婚しないことを選んだのではない。多くの場合、結婚から静かに外されている。問いたい。あなたの周りで、結婚した人としなかった人を分けたものは、本人の意思だったのか、それとも年収や住む場所、相手と出会う偶然だったのか。コメント欄で、あなたの考えを聞かせてほしい。